皆さん、こんにちは。今日は今年秋冬のトレンドについてお話しします。はい、まだまだ暑い日も続いていますが、そろそろ秋のファッションを楽しみたくなってきた頃かなと思いますが、どうですか？はい、今週はちょっと涼しくなってきてるので、ワクワクしてますね。はい、ちょっと2025年の秋冬のトレンド、各ブランドのコレクションからチェックしてみたんですが、これまで結構ストリートスタイルが主流だったんですが、だんだんクラシカルでエレガントなムードに移ってきている印象を受けました。なので今日はそのトレンドを踏まえて、冬にある商品から、今年のトレンドを抑えられるようなアイテムをチェックしていきたいと思います。ではまず一つ目、80年代の雰囲気を感じられるクラシカルなムードが漂う逆三角形のシルエットが特徴的なパワーショルダーのアイテムが、今季は結構どのブランドからも、見られた気がします。そうですね。はい。で、ハンサムになりすぎないようにするのが結構ポイントな感じがしているので、例えばこんな感じ、これディオールの、薄手のジャケットなんですけど、結構パフスリーブっぽくなってて可愛い印象の、でもしっかりとここが絞られているので逆三角形のシルエットが作れるようなジャケットとか、あとはこちらのシャネルのウールのロングコートなんですけど、ちょっと肩の部分に肩パッドが入ってて、で個人的にこういう年代感のあるデザインもとても可愛いと思うんですけど、ちょっと肩パッド入ってるのがハードル高いなと思ってる方もいると思うんですけど、そういう場合はメンズアイテムも選択肢の一つだと思います。で、さらにウエストの部分を絞れば逆三角形のシルエットになるんじゃないかなと思います。皆さんぜひチャレンジしてみてほしいです。はい、次に注目したトレンドは食事スタイルです。今年特にクラシックなムードの中でもあって、でランウェイでもジャケットとスカートのスタイルがよく見かけますね。で、セットアップのスタイルといえば、もちろん今年のコレクションを見たら普段着で使えるものもたくさん出してたんですけど、ただやっぱりラグジュアリーなセットアップというと、シャネルのイメージが強いんじゃないかなと思いますし、冬でもシャネルの商品たくさん取り扱っています。で、これはかなりファッショナブルなグリーンが特徴のカラーなので、さすがにちょっと使いづらいなという方には、これ同じくシャネルのセットアップなんですけれども、今季かなりブラウンとか深みのある、ボルドーだったりとかそういったカラーが来ていて、そのブラウンのトレンドも抑えられるこんなセットアップもいかがでしょうか？私の口でもブラウンのセットアップデザインも出てきたので、とても可愛いと思います。一番紙の紫のセットアップなんですけど、これも結構深みのある紫なので派手になりすぎずに本気らしく着られるんじゃないかなと思います。でまた今季はこのセットアップのボトムスのスカートもそうなんですが、ちょっとクラシカルで知的なムードを漂わせるようなスタイルが多く見られた流れで、こんなミリ丈、膝がギリギリ隠れるかなぐらいなミリ丈のスカート、ボトムスもトレンドに入っているかなと思います。上品さもありながらも動きやすいのがトレンドじゃないかなと思います。もう一つのトレンドの流れが、去年から来てるかなとは思うんですけど、レイヤードのスタイルで、特にニット、ふわふわしたニットを重ね合わせて作るような、リラックスしたムードが結構どのコレクションでも多く見られたかなという印象です。で、例えば、シャネルのニットなんですけど、マフラーのようにかかっている、これは、もう、ニットにそのままついていて、これ一つでいろんな、この手が楽しめるようなアイテムになっています。もう一つはこちらもシャネルのちょっと中めのニットトップスなんですけど、ちょっと後ろにマフラーようなデザインがついてて、こちらもすごく面白いなと思います。垂らしたまんまでもいいし、首に巻いても可愛いですよね。一手だけで十分おしゃれじゃないかなと思います。で、次にご紹介したいのがこちらのニットワンピースなんですが、これはちなみにペラガモの商品になっているんですけど、これなんと、これだけじゃなくて、こちらのネックウォーマーとレッグウォーマーもついてます。すごく面白いですね。これだけでもうニットのレイヤードスタイルができるし、しかもこちらのワンピースも今季トレンドの深めのブラウンカラーなので、トレンドのカラーも一緒に楽しめるかなと思います。先ほどご紹介したニットたちももちろん可愛かったんですが、こういったベーシックなカーディガンなんかもたくさん取り揃えがありまして、例えば肩にかけたり首に巻いたり腰に巻いたりしてレイヤードスタイルを楽しめるかなと思います。やっぱりヴィンテージアイテムだとこういう例えば後ろの刺繍とかこういうディテールの部分がすごく可愛いなと思います。で今日は秋冬のスタイリングに合わせたいバッグを一緒に紹介していきたいと思います。個人的には一番気になっているのがセリーヌのフェイビー自体の名作バッグ
ですね。はい。で、実は、セリーヌの2026年春夏コレクションで発表された新しいデザインのバッグなんですけど、結構フィービーの名作バッグが廃盤になっちゃったりとかして惜しまれてたんですが、その時のデザインからインスパイアされたようなデザインのものが結構コレクションに発表されていたみたいで、今年の新しいデザインもうん、ワイドで、ウィングが強調されたデザインもきちんと再現されてまして、実は先週もうすでにこちらのバッグに関して問い合わせが来ましたよ。やっぱりフィービー時代の名作バッグ、皆さん廃盤になるの惜しまれたりしてると思うんですけど、ヴィンテージであれば、ね、組み入れることができますね。なので、今年の秋冬をぜひ注目したいアイテムだと思います。はい、最後に注目したいのが、スクイーズバッグと言われているバッグです。こんな風にですね、ちょっとピタッと、クシュッとしているような質感が特徴的なバッグのことです。はい。で、これがロエベの商品で、こっちがボッテガの商品なんですけど、どちらもブランドの特徴で、こんな感じの、ピタッとした柔らかい革を使っていて、クシュッと持つ感じがうまく表現できるようになってますね。そうですね。やっぱ、去年の保護バッグとか、ちょっと大きめのデザインから、もうちょっと柔らかめ、使いやすいデザインに進化してきているんじゃないかなと思います。で、もう一つ、こちらのシャンネルのクラッシュバッグなんですけど、ちょっとふわふわした感じの素材と、この上の部分にちょっと巻いてるようなデザインもされていて、ちょっとラフな感じで手に持てるんじゃないかなと思います。秋冬結構着るものの素材感とか色とかが重たくなったりとかするので、こういうちょっとクシュッとしたバッグなんかを持って抜け感が作れるといいかもしれないですね。はい。以上、2025年秋冬のトレンドについてお話ししました。今年の秋冬のスタイリングのご参考になれば嬉しいです。はい。気になるアイテムやスタイルがあれば、ぜひコメントなどで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。